はい、ということで今回も前回に引き続き初心者の方向けの動画、ラジコンを楽しくかつ安全に走らせるために重要なプロポの設定についてお話していこうと思います。こうね、ラジコンを説明書見ながら組み立ててメカレイが登場してですね、いよいよかなんてね思いながらねインストールしてって無事に組み立てが完了していよいよスイッチオンという前にちょっと待ってという部分からですね、無事にスロットルもステアリングも反応していよいよ走らせてみっかっつってね、スロットルをおりゃっていく前にちょっと待ってということでですね、実際に走らせる前にもう一手間プロポの設定をチェックしましょうというのが今回のお話でございます。ということではい、まずですね、組み立てが終わってバッテリーも乗せてスイッチオンする前に、この時ですね、突然タイヤが回り出したりすることもありますので、台の上に置いてタイヤがどこにも設置してない状態でスイッチを入れましょう。でこの時こういったラジコン用のメンテナンススタンドって意外とお値段が高いので、100均とかにですねこういう発泡スチロールのブロックが売ってるので、こういったもので代用してもいいんじゃないかなと思います。私はマシンを保管しておく時これの上に置いてタイヤを浮かせてます。で手に持った状態じゃダメなのと思うかもしれませんが、いきなり全開で回ってしまったら大変危険なのと、私一回やらかしたことがあるんですが、毛ですね、一発巻き込むと一気に髪の毛持ってかれてうわーってなるので本当に気をつけてください。はい、では台に乗っけましたね。そしてプロポのスイッチを入れるんですが、各設定はまだ触らずに中立の状態にしていきましょうね。ではスイッチオン。はい、無事にスイッチが入りました。この時にですね、まずはタイヤの回転方向をチェックしましょう。トリガーを手前に引いて前進、前方に押す方向に入力して後進です。これが逆に動いてしまう場合はプロポの設定項目にあるリバースという項目を切り替えます。このマシンは今ノーマルの状態で正常に動いてますが、こっちこのマシンは操作が反転してますよね。なのでスロットルに指示を入れてるのは基本的にチャンネル2なので、これをリバースに変えてあげると正常な動きになりましたね。ちなみにファインスペックなどのプロポだとダイヤルの下にスイッチがついてますので、これで切り替えが可能です。他にもこういった液晶がついてないプロポだとこういったスイッチになってると思います。ということでまずはこれでタイヤの回転方向を正常にしましょう。この時にですね、いろんな症状が出ることがあります。例えばタイヤの回転方向は正常なのに前進より後進の方がなぜかスピードが速いみたいなね。これはですね ESC 側で回転方向の切り替えができるものも中にはあって、その場合に ESC で回転方向を変えずにプロポのリバース切り替えだけで進行方向を正してしまった場合に起きたりします。例えばこちら、まずは前進、そして後進、こんな感じで反応する向きとしては正しいですよね。じゃあちょっとだけ全開にしてみます。まず前進、そして後進。後進の方が早かったですよね。でこの時にブレーキの効き方もチェックしてもらうと設定が正しいのか間違ってるのか判断していただけるかと思います。というのも通常だと前進から後進に一気にスロットルを入れるとまずはブレーキが効きます。そこから一旦ニュートラルに戻してからもう一度後進方向にスロットルを入れることでマシンが後ろに進むんですけど、設定が逆になってる場合は同じように操作した時にダイレクトに後進に入ります。こんな感じ。逆に後進状態から一気に前進に入れるとブレーキが効く。こんな感じ。こんな状態になってる場合は ESC の回転方向を変えてあげる必要があります。
でちょっと設定を変えてみました。試してみましょう。まず前進方向、そして後進方向。 ESC の回転方向は変えましたが、プロポ側は変えてないので動きが逆になってしまいましたね。この状態でプロポの方も合わせてあげましょう。すると、はい、正しく動くようになりました。他にもですね、単純に配線が間違ってるとかでも回転方向がおかしくなっちゃう時があるので確認してみてくださいね。あとは触ってないのに勝手に回転してしまう場合や、うまく反応せずタイヤが回ってくれない場合、これは ESC のハイポイント設定や、ちょっとメーカーによっても呼び方が違うんですが、プロポのスロットルモードやスロットルタイプと呼ばれる項目で、このプロポはちょっとブレーキっていう表示になってますけど、前進7後進3、または前進後後進後という風に切り替えができるので、このタイプが ESC とマッチしてない場合があったり、あとはファインスペックなどでスロットルトリムダイヤルを中立よりも前後どちらかに回してしまっている場合に起きたりします。使用しているメカ類によって対処方法は変わってきてしまいますが、 ESC の配線、 ESC の回転方向設定、 ESC のハイポイント設定、プロポのスロットルタイプ設定、プロポのスロットルリバース設定、同じくプロポのスロットルトリム設定やダイヤル位置、この辺りを説明書を見ながら確認していただくことで対処可能かと思います。では次にステアリングを調整していきましょう。まず本体プロポともにスイッチを入れた時に、ステアリングが著しく左右どちらかに触れてしまう場合、本当は手で動かさない方がいいんですけど、こんな感じとか、これはですね、結構忘れちゃってる方が多いんですが、サーボを本体に取り付ける前にセンター出しをし忘れてないか確認しましょう。サーボを取り外した状態、そしてプロポのステアリングの設定も全て中立の状態で一度通電させてあげて、サーボをセンターの位置にしてあげます。そして説明書通りの角度に最も近くなる状態でサーボホーンを取り付けてマシンに搭載します。そうすることでプロポの調整範囲内でしっかりステアリングセンターを出せるようになるかと思うので、必ずセンター出しをしてからサーボを搭載してくださいね。ということでスイッチオン。さあ、ここからです。おそらくですが、ステアリングが若干左右どちらかに触れている。ステアリングを操作してみると、タイヤが限界値まで切れてるのに、サーボだけ奥まで動こうとするといった状態になっていませんか？ということで、これを調整していきましょう。ですが、その前にまずはステアリングが左右正しく反応しているかをチェックしてください。ステアリングホイールを正面から見て、時計回りで右、反時計回りで左にステアリングが切れれば OK です。これが逆になってしまっている場合は、先ほどのスロットルと同じくリバース設定で変更してあげましょう。ではですね、調整の方をしていきます。まずはサブトリム。この機能を使ってマシンがまっすぐ走るように調整していきます。ちなみにファインスペックなどのシンプルなモデルの場合は、このサブトリムという機能がありません。なので、後述のトリム調整だけを行う感じになります。液晶が搭載された双葉や3話などのプロップを使用されている場合には、ほとんどの場合このサブトリムという機能が備わっていて、そこにさらにトリムという機能があるかと思います。このサブトリムというのはサーボの可動域全体を調整する機能で、トリムというのはサーボのセンターだけを補正する機能だと思ってください。そのためまずはサブトリムを使用してステアリングのセンター位置を出していきます。アライメントゲージを持っている方はゲージを使用してタイヤの位置でセンターを出してもいいかと思いますが、なるべく平坦な場所で実際に走らせながら調整すれば OK です。安全な場所でマシンを走らせながら車がまっすぐ走るようにサブトリムを少しずつ調整していきましょう。今はですね、ステアリングが若干右を向いている状態なので、これをサブトリムで調整していきます。こんなもんかな。
で、この時に低速時だとまっすぐなのに高速時だと曲がってしまうという場合や、その逆が起きたりします。これはサスペンションのセッティングやキャンバーやトーなどの変化によるアライメントの変化が原因だったりしますが、それはまた別の動画で。一旦は高速域でまっすぐ走るようにさえしておけば操縦しやすいと思います。さあ、これでマシンがまっすぐ走るようになりましたね。では次に EPA エンドポイントアジャスト機能を使ってサーボの可動域を制限してあげます。タイヤが完全に切れてる状態のところでサーボが止まるように可動域を絞ってあげましょう。この遊びをなくす感じですね。これを左右ともやっていきます。まだアームが持ってかれちゃうな。もうちょっとこんなもんかな。これを反対側もやってあげます。OK。そして最後にこの EPA という機能を使って左右の打角の差もなくしてあげましょう。これもゲージがあれば数字で合わせるっていうのもありだとは思いますが、ない場合は実際にマシンを旋回させて合わせていきます。私の場合はペットボトルなど何でもいいので、スタート位置に目標を立ててなるべく同じ速度で U ターンさせて180度旋回させます。そしてここにまた目標を置きます。これで左右同じ円弧を描くように EPA で調整をしていくというイメージですね。ですがシンプルなプロポの場合はサブトリムも EPA もない場合がほとんどなので、走らせながらまっすぐ走るようにトリム調整だけをしつつお手手で切れ角を合わせ込むというですね、むしろなんか技術はつきそうな気はしますよね。機能が多いプロポの場合はこんな感じで初期設定をしてあげると走らせやすくなるかと思います。さらに操縦性を高めるために今調整した内容を保持したまま打角を左右同じ分だけさらに絞ってくれるデュアルレートやエキスポネンシャルとかカーブって言ったりもするんですけど、直線的な反応ではなく初期はクイックだけど最後の方でマイルドになってくれたり、また逆もしかりで曲線的な反応にしてくれる機能があったり、あとは単純に反応速度を変えれるスピードという機能があったりもします。マシンの状態に対して反応のスピードや反応の仕方を変えてあげるだけで操縦性も大きく変わってくるので、ぜひですね走らせながらいろいろ試してみていただければなと思うんですが、この辺りはまた深いところになってくるので、まずはですね安全に素直に走るマシンにするためにこの初期設定頑張ってみていただければなと思います。終わりー。